こんにちは。今回は捨てられない端切れを使ってパッチワークマットを作ります。完成したら75センチ ×50 センチの大きさになります。早速我が家では玄関マットとして使ってるで。よかったら参考にしてみてな。ほな、始めようか。接着キルト芯の糊面を上にして同じ大きさの裏布を置くで。はみ出してる糊がつかないようにクッキングシートを使うで。ちなみに200円になってたわ。100円から200円って2倍やで。厳しいな。でもとても便利なのでよかったら試してみてな。今回はたくさんある端切れの中からビビットカラーを集めたで。形や色の違う布を自由にパズルのように土台布に縫い付けていくクレイジーキルトにしてみたよ。下に置いた布からはみ出さないように縫ったで。あれやこれやと迷ってるところを高速早送りしてます。ここにこの布が良さそうです。隣の布と直線になるようにしたら次の布が合わせやすかったで。こんな感じでパズルのようにつなげていったで。終わりの頃は直線が長くなるので先に布をつないでおきます。
キルト綿が見えへんようにパズルをはめ込んだら、布端をピーンと張って待ち針を止めていってな。はみ出してる布をカットします。周囲 0.5 センチを仮縫いしておくで。こんな感じで6枚作ります。配置が決まったら隣同士をつなげるで。5センチ幅の布を用意して長さを合わせてカットしてな。中表に合わせて待ち針留めようか。つなげる方も同じようにしてな。縫い代1センチで縫ってな。縫えたらどちらも表に返して折り目をつけるで。本体の2枚をきっちり中表に合わせて待ち針留めるで。このつなげ方はミシンだけで縫うログキャビンっていう以前の動画でも紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。本体の際の下をミシンで縫います。裏側は本体の端と布の端を突き合わせるように折っていくで。表からミシンで縫いたいので待ち針を表側へ付け替えたで。もう片方も同じようにしてな。布の境目を縫います。しっかりとつながりました。他も同じようにしてな。
横に3枚ずつつながったで。次は長くなるけど、やり方はさっきと同じです。次はパイピングで端処理をするで。つなぐときと同じ幅5センチの布を使います。中表にして布端を揃えてな。角は45度に折って折り目をつけます。折り目と縫い代1センチが交わるところで待ち針打つで。布の始めは縫わないで3センチ空けて縫い始めます。角に来たらさっきの待ち針のところで返し縫いをして一度糸を切ります。45度に折って折り目をつけたら端を揃えてまた折ります。折り目と縫い代1センチのところでまた待ち針打つで。待ち針を打ったところから待ち針まで縫うで。縫い代1センチで縫ったで。
他の角も同じように縫ってな。一周したら布を1センチ折ってその上に重ねるで。縫えたら表に返して折り目をつけるで。裏側は布の端と本体の端を突き合わせるようにきれいに折ってから重ねるように折り上げるで。こんな感じ。表から見ても額縁のようになります。唐突ですが、ここまで見てくださった方々、チャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しく思います。ぜひよろしくお願いします。表から縫って裏が縫えてなかったってことはないと思うけど、心配な時はしつけ縫いをしておくと安心です。裏を確認しながら縫ってな。キワキワのところをぐるっと一周縫うで。最後にしつけ糸をきれいに取ったら完成です。フローリングなどで使うときは滑り止めを引いて安全に使ってくださいね。ではまたね。おおきに。